ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一神。私は一神様に仕える薬師です。何故助けを命じられたのだ？一神様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい、井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に、あなたには九郎お迎えに参上いたしました。我が主。よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのはよどみを生む。不死のちぎりも落ち水も流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生むよどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか？父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。2度か3度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。御意。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が流因を断つことができる。しかし宣教とは一体。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は？かつてこのアシナの城には私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は？亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて宣教へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが宣教に行き着く鍵ということ？おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。していかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。
戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は。屋根上にヨタカの衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。ヨタカの衆は目印にのろしを使うとか。ああ、ヨタカののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。おう、その前に先じゃ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬかのう、赤炉よ。あなたは。してそのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫つきとか言ったかのう。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ、不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては？
アシナの城の外れにあるステロー。その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろこれを。う。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうとは、刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは、巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。行くか、赤炉。節立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか？はい。不思議にならば鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議。千宝寺にある死なぬ者を切る刀とか。なるほど。確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜雫か。それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜雫もまたそなたの力としよありがたく。う。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の流院もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。
うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの。大事にしてくれ。御意。花とは。まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り川嗅いでみたか？はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を切ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ？落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道中あたりか。九郎様のお考えについては？聞いた。して。共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助け、かたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。薬師として助けとなりましょう。白いあざは生まれつきではない。ならば留飲を受けた者に現れるということか、あるいは兆しか。ではまた。
主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、あやつめ、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。ようだまた。じゃあな、旦那。
毎度旦那。さあ買っていってください。じゃあな旦那。ああ、母上、最後まで若様か。このような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を請け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
御人、そこの御人、この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。それでも進まれるのですね。せめて私たちはあなたのご無事をお祈りしましょう。置いていかれてしもうた。皆小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。皆に置いていかれてしもうたんじゃ。皆と皆はあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ。あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
我が息子のためその刀置いていく。できぬ愚かなり。
待っていました。分かったのか。はい。解を得ました。流害の源。それは血のよどみです。何故血がよどむ。あなたはたとえ海星の力が尽きていたとしてもいずれよみがえっています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。流害になったものからか。おそらくは流害になった者は人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血がよどむのでしょう。どうやって直す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり宣教の桜か。はい。あれは不思議な桜で春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。極よこん死刑が死者がいず。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花を探さなきゃ。どこにあるんじゃろう。お前が探しているのはこれか。それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな。ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ。飛んでいった。そうだ。真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。
猿が3匹。一つは空か。どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にて
何故参られたのですか？不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か？ああ、抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか？抜こそうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。なぜ皆死を厭わぬのですか？あなたは一体。その右目、流因の呪いを受けているのですね。不思議り。確かにもらい受けた。あなたは流因の巫女に仕えるお方なのですね。ああ、何故不思議りを求めるのですか？宣教に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。流因を断つ術があると。つまり巫女は流因を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は越智の巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流因を持つ者です。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど流因が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ？北条を。これは米か？はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さようなら巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。